皆さんこんにちは。ケントラのケンです。夏が近づくと次の旅先に沖縄を予定されている方も多いのではないでしょうか。せっかく訪れるならお店選びに時間も含めて最高の旅にしたいですよね。そんな沖縄のソウルフードといえばやっぱり沖縄そば。今回私たち夫婦が30店舗以上ののれんをくぐり美味しいと感じたベスト10を厳選しました。ランキングの基準は単純に私たちが感じた味のみです。そしてエリアは沖縄本島から宮古島、石垣島まで含みました。この動画があなたの沖縄旅を豊かにする最高のきっかけになれば幸いです。それでは10位からいってみましょう。第10位は石垣島にある荒川食堂。牛そばは八重山そば選手権でグランプリを受賞。高鳴る期待を抑えきれません。私たちが訪れたのは月曜日の14時20分。お昼時を過ぎた時間帯にもかかわらず店内は満席。座敷席が空いたため利用することになりました。どこか懐かしいレトロな佇まいを残す店内に癒されます。メニューには牛汁や牛そばといった看板メニューに八重山そば、とんかつ定食やカレーも揃ってるのが嬉しいですね。注文した商品がやってきました。妻の春健ちゃんが注文したのは八重山そばの中サイズ。器の中でひときわ目を奪うのは八重山そば特有の艶やかな黄色い麺。スープは豚骨をベースにじっくりと仕込まれた出汁。あっさりとした中にも深いコクがあり優しい味わいでした。さあ待ちに待った八重山そばをいただくとしましょう。麺を一口すすればちゃんぽん麺を思わせる独特の丸い食感。八重山そばならではの食べ応えが旅の記憶に深く刻まれます。そして私が注文したのは牛そばの小サイズ。牛肉の圧倒的な存在感。そして気になっていたミニ唐揚げ。まずはスープからいただきます。一口すするごとに牛の旨味が凝縮された深いコクが伝わってきます。まるですき焼きを思わせるような濃厚な味わい。麺は八重山独特の黄色く丸いストレート麺。もちもちとした確かな噛み応えが合います。大きめにカットされた牛の肩肉とホルモン、沖縄県産の味噌と泡盛を合わせ一晩じっくりと煮込んでいます。しっかり旨味を感じるホロホロ食感。唐揚げの衣はサクサクと香ばしく、中は驚くほどジューシー。まるで本格的な中華料理店を思わせる完成度の高さに大満足のひとときでした。場所は石垣空港から車で約25分。夕暮れな石垣港離島ターミナルからは車で約5分です。第9位は1998年の創業以来多くの人々を魅了し続ける中村そば。ここで外せないのが海の恵みであるアーサを贅沢に練り込んだ特製のアーサそばです。地元の方々や旅人に愛され紡がれてきた確かな味わいがそこにあります。店内に入ると目の前には大きな券売機。たくさん並ぶボタンを前に一瞬戸惑いますが、私たちの心はもう決まっていました。案内されたのは一番手前のテーブル席。実はここへ足を運ぶのはこれが2度目。モザイクの向こうには恩納村の絶景の海が広がっています。春健ちゃんが注文したのは中村そば中。秘伝のタレで煮込んだ自慢の三枚肉が印象的。スープはカツオだしの風味を感じ優しい味わい。三枚肉はやや濃いめの味付けで噛むほどに旨味が広がりました。麺はこだわりの自家製縮れ麺。そして私が注文したのはアーサそば中ジューシーセット。スープはカツオをベースにしたどこまでも澄んだ味わい。器に広がるアーサは沖縄の海の恵みを五感で教えてくれます。甘めに仕上がった三枚肉は口の中でトロトロとほどけた絶品。それでは自慢の麺をいただきます。しっかりとコシがあり縮れ麺が喉越しを刺激します。そして麺自体にアーサが練り込まれているのが特徴的。一口ごとにアーサの香りや風味が広がり、磯の香りをしっかり楽しむことができます。場所は那覇空港から車で高速を使い約60分です。那覇市の高台に佇む沖縄そばの店シム城。登録有形文化財として築150年を超える古民家です。石積みの塀に囲まれた庭を通りのれんをくぐります。開店と同時に満席となる店内。
古き良き沖縄の時間が止まったような空間で歴史を感じながら沖縄そばを味わえます。単品から贅沢なセットメニューまであります。私が注文したのは本草木そばセット。自家製麺はコシが強くスープと絡みます。別皿で届くソーキは奥深い濃いめの味、ジューシーは出汁の旨味が感じられる優しい味わい。もずく酢はピリ辛でやみつきの味が染みたこんにゃくはプルプル食感。自家製生姜がスープを爽やかに引き立てます。ジーマミ豆腐はもっちり濃厚な味わいが癖になります。はるけんちゃんが注文したのは三枚肉そば中サイズ。自家製の平打ち麺はコシが強くつるりとした喉越しで食べ応えも抜群です。ほろほろと柔らかい三枚肉は旨味があふれます。場所は那覇空港から車で約30分、ゆいレール私立病院前駅から上り坂を歩いて10分から15分ほどです。第7位はシンプルかつ上品な一杯が味わえる名店首里そば。目の前の駐車場は大混雑。私たちは歩いて1分の有料駐車場を利用しました。公式の開店は11時半ですが、この日は11時5分に開きました。靴を脱いで一歩入れば古民家のような落ち着いた空間。1巡目で入れましたが、店内は一瞬で満席です。飾られた伝統の焼き物や賞状に歴史を感じます。沖縄そばのメニューは1種類。そして驚くほどリーズナブル。私たちが注文したのは首里そば中サイズ。中央には紅生姜ではなく針生姜がアクセント。麺を食べてみましょう。強靭なコシのある自家製平打ち中細麺。こんなに細いのにこれほどまでのコシがあることに驚きを隠せません。麺の上にはかまぼこが2枚。シンプルに味付けされたのは大きな三枚肉。そしてロース肉が五感を満たします。太さにばらつきがある自家製手打ち麺は見た目や噛み応えも楽しく、喉越しや口当たりが良かったです。カツオの一番出汁が醸し出すすっきりと上品な味わい。この一杯のぬくもりは今も私の心に深く刻まれています。そして忘れてならないのがそば出汁で炊き上げるジューシー。昆布と豚肉、かまぼこ、椎茸など彩り豊かです。あっさりとした中に豊かなコクが広がるどこか懐かしい味わいでした。場所は那覇空港から車で約30分、ゆいレール首里駅から徒歩で約6分です。第6位は首里堀川。那覇市の首里エリアにある大人気の沖縄そばのお店です。お目当ては豆腐ソーキそば。私たちはレンタカーを利用して三井のリパークに車を止めました。あれどこ？ここら辺？わかりにくい道順なんです。お店はバイクも通れないような細い路地の中にあります。探検隊気分でワクワクです。この左側が沖縄そばの名店です。待ち時間は約50分。行列が少ない割に長かったです。ここスリムではい、それでどうぞ。そうここにねくっついてるんだけどね、これさっき止めた駐車場だね。これねサービス券もらえるみたい、この窓際いいね。なんかねここ座りたい。券売機で食券を買います。豆腐そば売り切れだ。乾燥機。ソーキそば。あとジューシー。はい。沖縄そばのビジュアルが美しいですね。別のお皿にはじっくり煮込んだソーキが3つも添えられてます。スープ飲んでみようかな。はい。透き通ったスープが美しい。なんかいい香り。なんかね爽やか。平打ちだ。もっちりしてんね。なんか優しい味だね。うん。小麦粉がなんか効いてる？うん。おねぎちゃん。全部。うん。なんかネギの辛さが沖縄そばに合うね。ソーキ？ソーキ3つも入ってるね。あ、ほう。うん。いただきます。はい。柔らかい。結
構お肉がしっかりしてるよ。脂っこくなくて食べやすい。美味しい。味濃いね。なんかトロトロじゃないの。しっかりしてる。でも味がしっかりついてて美味しい。この生姜すっごいパンチ効いてるよこれ。大人な味だねこれね。じゃあジューシーね食べてみようかね。なんかいいね。インゲンとかいろいろ入ってて。なんか丁寧な味だね。ひじきとか油揚げかなんか入ってるね。丁寧なジューシー美味しい。場所は那覇空港から車で約25分、ユイレール首里駅から徒歩で約16分です。第5位は那覇市坪谷に店を構えるスタンドエイブン。伝統の味をベースに新たな文化を紡ぐ沖縄そばのお店です。こんにちは、パリです。テーブル下の引き出しには箸やお手拭きが収納されていました。はるけんちゃんが注文したのはスタンドのソーキそば。スープは8時間かけて旨味を抽出した極上の出汁。麺はわずかな縮れを残した細めの平打ち麺。炙りソーキはとろっとろ。本ソーキは味が染みていました。私が注文したのはスタンドそば。器を彩るのは旨味が深く染み込んだ三枚肉や本ソーキ、そしてまかない肉。贅沢な一皿でした。場所は那覇空港から車で約20分、ユイレール牧志駅から徒歩約12分です。第4位は那覇の町に佇む名店スーマヌメイ。門をくぐれば迎えてくれるのは立派なシーサー。鮮やかな琉球赤瓦の古民家に癒されます。木の看板が大きくて迫力があります。待ち時間は約10分でした。歴史ある扉にはたくさんのサイン。活気に満ちた座敷席は心地よい満席のにぎわい。こっちでしょうかな。メニューには目移りするほど多くのラインナップ。やってきました。しかも器は沖縄の伝統的な焼き物やちむん。いいですね。私が注文したのは油脂豆腐そば、そしてソーキをトッピング。スープはかつおだしがしっかりと効いたあっさりとした味わい。油脂豆腐は優しい豆の香りとプルンとした食感が癖になります。麺はコシのある自家製の平打ちストレート。やや固めの細い麺は長めですすり心地が良く、スープともきれいに絡み合いました。大きなソーキは一目で心を奪われるほど圧倒的な存在感。プルプルとしていながら豪快に持ち上げて食らいつけば口いっぱいに深い旨味が広がりました。ここでラッキーなことがありました。これ何？はるけんちゃんが注文したのはソーキそば。美しいビジュアル。よもぎが無料で用意されました。せっかくなので初挑戦してみたものの、加減を知らずに豪快に入れすぎてしまいました。その独特な風味に私は少し戸惑いました。ジューシーは豚肉に人参、椎茸など具沢山です。あっさりとした優しい味付けで美味しかった。また行きたい。場所は那覇空港から車で約20分です。駐車場が分かりにくいため、事前に位置を確かめて訪れるのがおすすめです。浜屋は地元民のみならず多くの観光客も押し寄せる大人気の沖縄そば専門店なんです。10分ほど待って入店することができました。入ってすぐの券売機で食券を購入します。これか。とあと朝トッピング。お水はセルフです。すまないね。いつか私もサインしたい。沖縄そばが運ばれてきました。
浜屋そば小600円。スープからいただいてみます。スープは豚骨ベースのあっさり塩味。やっぱり浜屋美味しい。見てください、この縮れた麺がたまりません。縮れ麺がスープに絡んで美味しいです。やっぱり美味しい。これだよ。次はソーキを食べてみましょう。ソーキいきます。ソーキめちゃくちゃ柔らかいんです。とろとろ。味もね、なんか濃くなって美味しい。あ、見て、ここの中。骨がね、ご丁寧に取っておるの。すごく食べやすいよ。アーサートッピング150円。アーサーは色鮮やかで磯の香りが広がり、麺とスープによく合います。あなたの浜屋でアーサそばにして食べてみませんか？新鮮。ジューシー250円。人参、ひじき、しいたけなどが入っていてバランスがいいですね。チャーハンみたいなパラパラ食感が癖になりました。場所は那覇空港から車で約30分。ただし混雑時には1時間以上かかることもあるため、沖縄の道路事情を頭に入れて向かうのがおすすめです。第2位は新間そば。かつおベースのスープと自家製縮れ麺が絶品なお店。11時台の枠を確保できました。私たちは11番目のため1巡目で入れず、入店したのは11時35分でした。軟骨3枚縮れ中3枚肉そば700円。スープからすっごいね、透き通ってる。美味しい。あっさりしてる。カツオが効いてる。では、いただきますね。これ私の好きな縮れ麺です。いただきます。新間そばでは自家製の縮れ麺と沖縄本島から取り寄せている細麺を選ぶことができます。すっごい美味しい。なんか麺がね、もちもちしてる。縮れ麺だからスープが絡んでて美味しい。お肉がね、すごい大きいの。とろとろだよ。ほろほろ。美味しい。油がプルプルしてて、お肉も柔らかくて美味しい。縮れ中軟骨そば700円。これね、縮れの軟骨そば。透き通ってるね。出汁が効いてるね。かつおベースかな、これ。上品な味だね。縮れっぷりがすごいね。いいね。美味しい。絡んでるよ。すすり心地は抜群です。昨日よりもあれだね、麺が太いね。もちもちしてて美味しい。お肉。ほら。薄味で上品な味付けの軟骨ソーキ。とろとろ。とろとろすぎる。生姜がなんか効いてる？美味しい。ジューシー200円。これジューシーでなんかあっさりしてるね。癖になるって感じ。美味しそうだよね。お会計はセルフで精算します。場所は宮古空港から車で約25分。宮古下地島空港から車で約40分です。第1位、沖縄そば丸上。現在全国の沖縄そばを食べログで検索すると、丸上さんは全国1位。元フレンチシェフである店主が作るソーキは他のお店よりも抜きん出てるようです。テンション爆上がりです。ケンちゃんどれにする？なんかそう縮れ？これ縮れ。ハルケンちゃんこれでしょ？丸上そばだね。塩とかもあるけどいいよね。お願いします。縮れ。ミルクジュース。お願いします。でチケット買いました。でね、待ち時間はね30分ぐらいということで、車ナンバーに行ったんで、なんか呼んできてくれるってことです。はい。よろしく。楽しみだね。じゃあケンちゃん待ち時間どうする？行こうよ。はい。丸上さんの目の前にあるヤギの広場に来ました。来た？おお。かわいいじゃん。あ、来た。来た。やった。
草食べんの？ヤギさんに癒されてると順番がやってきました。どんな都そばなのか楽しみ。店内は割と広めです。はい、ついにやってきました。軟骨早期縮れ900円。はい丸亀そばともずくジューシーでございます。丸亀そば縮れ900円。もずくジューシー200円。美味しそうだね。スープね。スープは美しい黄金色。カツオの旨味が効いていてあっさりとした味わいでした。これは違うね。ああ、スープ美味しい。麺のさ、縮れも半端ないよ。ラーメン美味しそう。元フレンチ調理人が打つ自家製の縮れ麺はコシが強くもちもちとした食感。うまっ。もちもちしてる。あ、そうなんだ。噛み応えもあって。うんこの縮れがね、口の中でね、縮れる。手もみならではの豊かな縮れがスープを引き上げしっかりとした食べ応えがありました。これはうまい。早期は早期ね。早期こっちか。プルンプルンの。大きな軟骨早期はほっぺたが落ちるくらいの美味しさ。じっくりと奥まで染みた旨味がありました。うまっ。プルンプルンだもん。ね、コラーゲンとか美味しい。そしてさらに大きな早期を食べてみましょう。私の中で沖縄そば史上最高だという確信になりました。続きましてはるくんちゃんの丸亀そば。さっぱり美味しい。なんかカツオが効いてる。米もいきますね。うわ、すごい。縮れ長いね。ね、美味しい。なんかコシがあるね。三枚肉です。もう柔らかい。歯がいらないぐらい。とろとろ。美味しい。ハルケン史上最強の親子そばです。すっごい美味しいですよ。もずくジューシー。もずくジューシーはお米とラードを炒めてから炊き上げる職人技。豊かな磯の香りと驚くほど軽やかな美味しさがありました。あ、もずくが濃い。いい味。あなたも一度丸亀さんへ行ってみましょう。場所は宮古空港から車で約15分。宮古下地島空港から車で約35分です。最後までご視聴ありがとうございました。私たちが歩んできた沖縄の旅、勝手ながら沖縄そばベスト10として振り返りました。どの店にも受け継がれる文化と手間暇を惜しまない職人の誇りがありました。皆さんは次の沖縄旅を彩るお気に入りの一杯は見つかったでしょうか。もしこの動画を見て少しでも参考になったなら、いいねボタンやコメントで教えていただけると励みになります。これからも私たちは日本の美しい空気感をそのままに旅を続けていきます。次はどんな景色と美味しいグルメに出会えるでしょうか。どうぞお楽しみに。